皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。1ヶ月あっという間に日が経ってしまい、もう9月も終わりということで、今日は9月末のベランダの多肉の様子を見ていこうと思います。8月末から1ヶ月でまたたくさんの多肉が星になってしまいました。9月の終わりだというのになかなか被害が止まりません。多肉に水やりをしなければ枯れてしまい、水をやっても蒸れてダメになってしまう多肉も出てきてしまいます。水やりをしてもしなくても多肉被害は止まりませんでした。去年は順調だったベランダの多肉たちも、今年の夏の酷暑とその後の残暑の厳しさで多肉たちの数をだいぶ減らしてしまいました。ベランダの多肉たちはこの黒いトレイ丸々一つ分ダメにしてしまっています。今までにないこの暑さでベランダで多肉を管理するのも難しくなってきました。実はこの前の日にもしっかり水やりをやっているんですが、1日ですっかり土も乾いていました。なので2日続けて多肉たちにしっかり水やりをしました。前日の水やり時にはハイポネックスの微粉を水に溶かして水やりしていました。そしてこの日は愛媛愛を水に混ぜています。これでベランダの多肉たちが元気になってくれたらいいんですけど、このエンジェルスフィンガーたちも瀕死状態です。ダメになる多肉がある一方、昨日の水やりで元気を取り戻している多肉もたくさんいました。そして小株ちゃんがついている多肉がちらほらいるので、これは植え替えついでに小株を外して増やす作業もしなくちゃですね。ベランダの多肉たちの水やりが完了しました。2日連続で水やりをして、これでしっかりと根から水を吸ってくれるといいんですが、サフランも外葉を枯らしてロゼットが小さくなっていました。その隣のビクトリーも同じくこのツヤッツヤでプリップリな多肉ちゃんはシャーロットです。こんな多肉ちゃんばかりだと嬉しいんですけどね。葉ざしから育てたパールフォンニュルンベルグは元気でした。その隣のマディバも綺麗なロゼットを保っていました。そして小さな葉をたくさん重ねているシャーロットローズも元気でした。白い葉に赤いエッジがかわいいラウレンシスハイブリッドです。この多肉ちゃんはまだ葉がしわしわしていますね。ベランダのカンテも調子を崩していましたが、成長点から新しい芽が出てきていました。よく見ると葉の下の方からも新芽が出てきているようです。このトレイの多肉たちは去年の秋に購入して植え替えしていなかった多肉たちです。元気な子もいれば枯れてしまっている子もいて、今日はベランダの多肉の数を取り戻すべく株分けしようと思います。そして
このバケツいっぱいに入っている多肉たちが、今回ベランダでダメにしてしまった多肉たちです。じゅれている子もいれば、カリッカリに枯れている子。ベランダでは主にこのエボニーが被害に遭っていました。鉢と鉢底石をきれいに洗って、この鉢を使って株分けしていこうと思います。今回株分けする多肉はこのブラックチップ、そしてもう一つは野バラのせいです。まずはじめにこのブラックチップから株分けしていこうと思います。購入してから植え替えをしていないため、生産者さんの土のままです。この土は水持ちが良さそうですね。なるべく根を傷めたくないんですが、根についている土はできるだけ取り除いておきます。もちろんついている枯れ葉もきれいに掃除しておきます。枯れ葉を取り終えたら、次はいよいよ株分けです。両方のロゼットを持ち、真ん中で株分けしていきます。両方の苗に根がついた状態で株分けすることができました。ここで根をカットするかどうか悩みましたが、思い切って長い根はカットしてしまいました。土と枯れ葉を落として株周りもすっきりしました。ダメになってしまった分の多肉の鉢ですが、これでまた多肉の鉢が一鉢増えました。ブラックチップの苗の周りに土を入れ込んでいきます。ここで株がぐらつかないように土をしっかり押さえておくのがポイント。株がぐらついていると根付きが悪いので要注意です。一つ目のブラックチップの植え付けはこれで完了です。札を忘れずに。もう一つも同じように植え付けていきます。これも長い根はカットしました。土を入れるときはロゼットの中心が真ん中に来るように植え付けるときれいに仕上がります。2つ目のブラックチップもこれで植え付け完了です。次に株分けするのはこの野バラのせいです。この野バラのせいもブラックチップと同じ生産者さんなので、植わっていた土も一緒でした。この野バラのせいもしっかり根を伸ばしていました。かわいそうですが、これもカットしちゃいました。この聖夜も手で株分けしました。今回も両方の苗に根を残して株分けすることができました。枯れ葉も取っておきます。
ロゼットの小さな野バラの精はこの白い小さなポットに植え付けることにしました。小さな苗にはぴったりの鉢ですね。取れてしまった葉もロゼットの周りにかざししておきました。こっちの野バラの精は根が少ししかついていなかったためカットせずにそのまま植え付けました。2つ目の野バラの精の植え付けも完了しました。これで野バラの精も2鉢に増えました。はい、ということで今日の動画は9月末のベランダ多肉の様子とそのベランダの多肉を株分けしていく作業をしました。いかがでしたでしょうか。こうしてまた少しずつベランダの多肉も増やしていく予定です。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。